今回はグラフィティアートについてやっていきたいと思います。グラフィティアートやっぱすっごい聞かれるし、皆さん注目してるので、落札が決まった瞬間に、なんかシュレッダーみたいなガガガガガガって始まって切れちゃうバンクシーみたいなそういうこう挑戦的なこうメッセージとかを、これから日本でもどういうふうにこう展開を見せていくのか、そうですね、楽しみなジャンルってことですね。はい、では今回の講座はどんな内容でしょうか。はい、今回はグラフィティアートについてやっていきたいと思います。はい、はい、じゃあ早速スライドを、見ていきましょうか。グラフィティアートなんですけれども、ご存知の通りだとは思うんですが、建物の壁とか、あとは道端とかにスプレーとか絵の具で落書きを描いたものですよね。で、1970年代のニューヨークで始まったのではという説が濃厚になってます。基本アンダーグラウンドで始まってるから、具体的にいつかっていうのが特定しきれないってことですね。でストリート、おっしゃる通りストリートカルチャーとつながりが強い、かつ1980年代にはヒップホップカルチャーで大きく世界中に広がっていったという、そういった歴史的背景を持ってます。代表作家もよくご存知だと思うんですけれども、キース・ヘリングとかバスキアみたいな、あとはバンクシーとかですね。そうですね、方々が有名です。で70年代80年代というところなんですけど、その後もずっと時代を経ていろんな作家が出てきていまして、例えば90年代だとバリー・マッキーとか有名ですね。よく看板とかにもこう落書きをして、それが看板ごと取られて作品ですみたいな形になってたりしますけれども、やっぱり有名になると、書かれたものがすごい高値になるので、そういった形で看板で売ってたりみたいな作品もあります。あとはおっしゃっていただいた通り、2000年代になるとバンクシー出てきて、去年もですね、イギリスで医療従事者の絵をバンクシーが描いたみたいなので、すごく話題になって、それを半年後にオークションに出してください、でその売り上げは全て医療従事者の方々への寄付金に使いますみたいな、作品を作られたりとかもバンクシーはしてます。僕去年か今年かなんかで記憶に残ってるのは、なんかオークションでものすごい高額で落札されたやつが、落札が決まった瞬間に、なんかシュレッダーみたいなガガガガガガガって始まって切れちゃう、そう半分ぐらいもうペラペラの紙になって、バンクシーみたいなそうですよね。そういう挑戦的なメッセージとかを非常に作品で残すのが得意な作家ですよね。もうあまりにも有名になりすぎて、バンクシーが何か描くと、それが本物かどうかとか、あと描かれたこの壁は家の持ち主はどうするんだとかそういったところにすごい世界中のニュースになってしまうという、もはやそういう作家です。ただ顔をやっぱ出してないので、正体がわからないという、そうですよね。そういった、作家活動をする上でやっぱりどうしてもね、落書きスタイルでいろんなところに描いていくので、顔を出さないということだと思うんですけれども、そういったスタイルでバンクシーやってますよね。はい。で次お願いします。でグラフィティアートってよく私もいろんなアート好きの方に、グラフィティアートってアートのジャンルですか、アートですかってすごく聞かれることが多くてですね、なかなか毎回これがそうだとかそうじゃないとか個別に語るっていうのは非常に難しい話ではあるんですけれども、実際に流れとしてはアート界にも今認められています。でそうなっていった背景がやっぱり特徴があって、マーケットですね、オークションとか、そういったマーケットを中心に人気が高まっていった、先にそちらの方で市民権を得ていったっていうのがやっぱグラフィティアートの流れですね。でファッションとのコラボが多かったりっていうところで人気になっていて、あまりにも人気になるので美術関係者も無視できなくなって、一部アートの文脈に組まれていってるみたいな。なるほど。なんか都市部のどこかしらのあちこちにはそのグラフィティって見受けられますけど、なんかその今のアーティスト、名前の出たアーティストとかって考えた時に、ヨーロッパだったり、アメリカとかの方がそのグラフィティっていうもの、その生活圏内にあるグラフィティというものに対してなんか許容が
あるようなイメージはあって、やっぱ日本はそれでもやっぱりこう壁落書きやめろみたいな、もうバンクシーが書いてようが商店街のおっちゃんが消すみたいな、すぐ消されちゃってような、まあ違いはねあるような気はしますけどね。ここもねどんどん市民権を得ていって、例えば日本では確かに美術館の中でグラフィティ展とかそういう方が馴染みがもしかすると強くなってくるかもしれないですね。あとはここの壁を使っていいよっていう指定した上でそこに書いてもらうという合法的な政策も増えて実際は来ているみたいです。どうなんですかね、それって本末転倒な感覚にはならないのかな。そうですよね。場所も含めてのきっと話だと思うので、何かしらのそのカウンターとして強い結構メッセージ性を込めて非合法のところに書くっていうことの意味とかもめちゃくちゃあるじゃないですか。だからこうなってくるとなんかストリートダンスをスタジオで踊るみたいな感じですよね。まあもちろんそれでストリートダンスじゃねえっていうわけにはいかないというか、そういうことじゃないとも思うんですけど、そういった背景だったりカルチャーを持ってる作家がこういった場所で書くというのも一部実際は出てきて、本当に認知はされ始めてるってことですね。そうですね。グラフィティアートやっぱすっごい聞かれるし、皆さん注目してるので、講座で1回分にはしたいなと思ったんです。でもやっぱりあんまり内容が世界的にそれほど話がないっていうのもこれまた事実で、そう聞きたかったのは、今さっきのヨーロッパアメリカのアーティストとしてのグラフィティアーティストが紹介されてましたけど、日本でいわゆるグラフィティアートの一人者というか、そういう存在の方はいるんですか？若手では注目されてる方々出てきてまして、結構ファッションとかともマジでコラボしてて、そうなんですよ。やっぱりマーケットが盛り上がって、アートの方々に興味持ってもらって文脈乗ってくるみたいなのがあるので、最近またアートが盛り上がってるっていうところでまた再注目されて、若いグラフィティアーティストが注目されてるっていうのも一部あるかなと思います。我々のピックアップでもね来ていただきたいなって思っていたりしますけれども。じゃあこれから日本でもどういうふうに展開を見せていくのか、楽しみなジャンルってことですね。ジャンルですね。はい、これも一部注目していきたいなというふうには思っています。今回の講座は以上になります。今回も勉強になりました。ありがとうございます。この講座では皆さんに取り上げてほしいテーマを募集しております。ぜひコメント欄や番組公式ツイッターにお寄せください。本日は以上になります。グラフィティアートについてでした。